着する美容針と、うん花粉症がちょっとひどいので。右の下顎からいきます。はそのまま上行きます。い。目がパッチリ開きました。はい、こんにちは。渋谷区鍼灸美容針鍼灸院コスモ治療院の川崎です。患者さんのね、ご協力いただきまして、撮影させていただきまして、よろしくお願いします。言える範囲でお名前を伺ってもよろしいですか？マミです。マミさん、ありがとうございます。今日の体ってどんな感じでお悩みできてますか？顔がパンパンにむくんでるので、顔をちっちゃくする美容針と、花粉症がちょっとひどいので、だいぶ今ね、花粉すごいですからね。鼻がやばい感じ？一番目が痒くて、朝起きた時に目が重かったりとか、鼻が垂れちゃったりとか、鼻が垂れちゃったりとか。鼻が出る方なのね。鼻が出ます。花粉症の場合って首の方にも治療するんですけど、鼻の方にダイレクトにも鼻詰まりだったりとか鼻水だったりとかで打つ場所がちょっと違うんですね。意外と結構止まるし、花粉症って3週間の間に5回治療をしていくと 70% の人が改善されるって言われてて、で実際に僕の患者さんたちって花粉症の方はその治療をやってるとほとんど薬飲まなくなっちゃってるっていう報告いただいてますので、結構鼻すすったりするとね、やっぱ背中までパンパンになっちゃうからね。じゃあですね、今日はね、久々の美容針と、花粉症のね、治療を含めてやっていきたいと思います。で、よろしくお願いします。で、せーので、行ってみよう。じゃあ、マミさんよろしくお願いします。花粉症の症状と顔っていう感じなんですが、花粉で結構体の方辛いとこってありますか？朝起きづらいとか。朝起きづらい。起きづらい。だから体が重くなっちゃって、アレルギーの反応で。だるさが出てるっていうか。体がだるいのと、やっぱ目が一番痒くて、化粧ができない。痒くてかいちゃうから化粧できないと鼻がちょっと垂れてきちゃう。いや、結構こう鼻すってるから首とか肩も結構きついでしょ。言われてみたらそうだ、それが原因だったんだなって思う。鼻がすする時ってこの背中の筋肉を使ってでこうちっちゃい動きなんですけど、それが続いてくると首から背中までがパンパンになっちゃうんですよ。そこを緩めなきゃいけなくて、呼吸しづらい感じがねやっぱ出るんです。やっぱそれってね、美容に関して酸素不足になると皮膚の潤いなくなってきちゃって、美容の場ってね、基本的には肺の機能と大腸の機能を上げなければ内面から上げていかないと本当の美容になっていかないんですよ。よく20分でこう美容やれば綺麗になるって勘違いしてる人多いんですけど、本当は内臓から活性化させて肺の機能がね落ちちゃってると酸素が入らないから結局皮膚の潤いがなくなっちゃう。酸素の影響なんですよ。肺の機能落ちちゃうところに大腸の機能落ちちゃうので、便秘とかになってくると今度肌荒れにつながってくるっていうことなんですよ。関係してくるんですね。合わせてやっていくようにするので、今日はだから首から背中まで治療をやって、その時に首もやるので合わせて花粉の治療のポイントがあるのでそこも治療して、で仰向けの時に顔をやるんですけども、合わせて鼻水のポイントっていうのが鼻にまたあるので、そこをちょっと足す感じでやっていくといいと思います。あとですね、花粉症の場合ですね、イオン治療もちょっとあるので、今回やったことないですよね。初めてです。金属を使って治療するんですけど、それねテープでペタッと貼ってあげられるので 2,3 日結構効果ありますので、それも合わせてやろうと思っています。でそれでやっていきましょう。よろしくお願いします。酸素が関係してるんですね、肌の潤いって知らなかったです。そうなんですよ。それで腸内環境を整えるっていう話につながるんですか？そう。例えば食べ物の問題、腸内環境って食べ物で問題があるんですけど、添加物だったりとか、花粉症でよくねヨーグルト食べるって一時言ってたじゃないですか。ただヨーグルトってね乳糖なので、日本人って乳糖を分解する酵素を持ってないっていうのがあるんですよ。それがアレルギーの原因になる。だから花粉症とか、アレルギー疾患がある方に関しては、例えばヨーグルトを普段食べるんあればね、2週間ほどちょっとやめてほしい。1回？そう、1回。別に食べなきゃいい話じゃないですか。2週間ヨーグルトを食べるのやめると体質改善されるっていうのがありますね。そうなんだ。そう。健康になると思ってヨーグルト食べてました。カーガッガッガッガコスモ治療院針地獄。
酵素を取ることはね、別に本当にいいことなんですよ。パックの方がいいんですか、ドリンクだと。いや、もう僕ドリンクはおすすめしてないですね。どういうのだと。フレッシュな果物を食べてる。そっか。果物をそのまま食べるってことは、生の酵素が入ってくるので、一番いいのは朝食としてね、果物を食べるっていうのが一番いいんですよ。で、中みなみちゃんも言ってます。だから果物ってほとんど水分なんで、朝食べた方が消化吸収がいいんですよ。腸活専門のね、先輩がいて、結構栄養学もね、かなりこんな話する方なんですよ。その方のセミナーにもちょっと顔出してて、でそういう話を聞いてますね。でもフルーツがいいとかあるんですか？いや、何でもいいって言ってました。結局酵素を取るっていうことが目的なので、季節に合った、食材ってちゃんとあるじゃないですか。旬っていうのがあるんですよ。いろんな食材って栄養素が50年前の同じ食べ物でも、栄養素が半分以下って言われてるんですよね。やっぱり旬のものって旬の栄養素が高くなるんですね。だからその時のシーズンの旬ですね。今だったらなんだろう、いちごとかそんな感じですか。いい感じでしょ。あれ、夏とかになってくると桃も出てくるのかな。桃がね、これ紫外線予防のためにいいって初めて聞いた。ダイエットにはなんか同じの食べ続けるといいみたいな言うじゃないですか、テレビとかで。あれって意味あるんですか？同じもの？なんかバナナダイエットだったらバナナをひたすら食べる。何を食べればいいっていうのは僕はおすすめしないです。新体操とかソーシャルダンスとかですね、バレエとかそういうような競技生活を減量しなきゃいけないっていう場合には、そもそも食事が少ないので、ただカロリーも取らなきゃいけないしってなると、仕方なくもそういうので補うことがあるんですけど、一般の方の場合は一つのものだけに偏ると栄養偏るんですよね。逆に良くないですか？偏っちゃったらバランスよくやっそう、バランス、一番ね、いいのはやっぱりね、バランスなんですよ。せなきゃっていう体じゃないです取りたくないからそれはありますよね。取るっていうのはさ、食べてるものの摂取してる栄養素、栄養ですね、カロリーとかね、一日の生活で使うエネルギーのカロリーですね、のバランスがずれてる場合ですね。要は運動量とか消費するエネルギー以上に食事をとってた場合、結局脂肪を溜め込んでいっちゃうので、太るっていう現象になりますね。そこもじゃあバランスなんですね、運動量と。そう。これはバランスですよ。体のさ、不調もそうですね。肩が凝ったとか、腰が痛いとかって、結局姿勢が悪くてなってることがほとんど上下左右前後っていう3次元立体的にバランスが悪い人はやっぱり問題が出る。でそれを整えるためにはって考えていくと、ほとんどの人がね、もう腹筋が弱いことが原因になってる。思い当たる姿勢から追っかけて症状を見ていくので、ほぼ 100% ですね。腹筋が弱いことで姿勢が悪くって、しかもそれで長時間座り仕事とかになっちゃっててね、また動かないでしょ。だから凝り固まってって、首が痛い、肩痛い、腰が痛いという状態になってます。コスモ強い電気地獄。はい、じゃあ電気流すね。で、首左からいきます。トントンとから言ってください。はい、じゃあ反対いきます。はい、じゃあ肩左です。はい、じゃあ肩甲骨左。はい、じゃあ右肩。はい、肩甲骨。背中左。はい、じゃあ右いきます。忘れちゃいけないのが花粉症の治療ですね。花粉症の治療ね、ここをやっていきますね。首のね、ここで。だって前からあったツボなんですか？ツボとしてはあるんですけど、花粉症
で針って結びつかなかったんですよ、僕が出てる学校の問題ですねずっと調べてて、確かあんまり聞いたことないですよね。その花粉症の針打ってる人ってなかなかいないんですか？じゃどうですかね。まあ例えば新卒の子は無理でしょうね。あ。僕なんかは学生時代自分とか学校の友達ですね、どんどん打ち合ったりとか自分にどんどん打ったりとか、ずっと毎日やってましたから、国家資格を取るための勉強しかしてない学生が多いんです。ああ。だからね、実技試験がないから、国家試験ってね、学問だけなので、そうなんですか。そう実技に関しては学校の単位で認定って形なので、だからまあ打ってないんです。本当に真剣に学生さんはね、本当に練習するので打てるんですけど、そういう子はね、ちゃんと指導を受ければできると思います。ただほとんどの人が打てないです。うちで、働き出した場合に必ずチェックするんですけど、全部質問すると全部答えられない人がほとんどですね。ああ、そのやっぱ資格の勉強とはまた違う。実技って知識があった上で実技の実力がないとやっぱり事故につながるんですね。その事故につながるようなスタッフには絶対針やらせないんですよ。段階設けてるので、実際にね、患者さんが治療するっていうのは実技の話なので、やってきてないと難しい。一人一人違う。違いますね。卒業した学校によっても流派があるので、教わり方も全然違うんですよ。全く違います。同じ母校の生徒であっても学校の教員が入れ替わってきちゃってるから、僕が出た時と今の子でも全然教わり方が違うので、僕としては僕が教わって学んだやり方っていうのをこのお店でやってるわけなので、流派を守ってるっていうかね、そのやり方でやってるので、このやり方で患者さんがついてるから同じようにできないとダメなので、だからやり方が全部統一されてるのがそこなんですよ。だから学校が違ってもゼロから全部叩き込まれるので、コスモ治療院もみ地獄。基本をきっちり学んで基本通りにやった上で、それでもなかなか反応が取れない時に自分の知識を足してもらう。ただね、うちの場合は電気使うことがメインなので、根本的に治療の仕方が違うからなかなか難しいですけどね。確かに電気使うとこって少ないですよね。少ないですね。これぐらいで大丈夫。今鼻の通りどう？今は通っても。通ってる？気づいてなかったです。すごい思った以上に鼻で吸えたからびっくりした。両方通っても。顔をやるときにまたちょっと鼻入りますもんね。電気治療の針が少ないのって理由あるんですか？電気針自体が40年ぐらい。これちゃんと理由があって、中国で会議かなんかの時にアメリカ人だったかな、緊急入院で手術がありまして、で麻酔をこの電気針で行って手術をしたっていうことが実は発端で広まってきてるって感じです。麻酔の効きが良かったりとかしたんですか？実際に針麻酔っていうのがあって、病院でも鍼灸師がいて、麻酔科にね、麻酔効かない人っているんですよ。例えば薬物中毒患者とか大酒飲みとかの人の場合、麻酔が効かないので、この電気針で麻酔かけて手術するっていうのがあるんですよ。治療なんですね。一応科学的に分かってきてることがいっぱいあってですね、でも歴史的にも電気ってあるんですよ。古代エジプトのね、ピラミッドの壁画に電気風呂の絵が描かれてるんですよ。っていう話聞いたことありますね。で当時電気って発生させる装置ないじゃないですか。だからあるものを使うんですよ。お風呂を作ってね、そこにある
動物を入れる。動物？電気出す動物いるじゃないですか。電気ネズミしか出てこない。電気ネズミってありましたっピカチュウみたいなのしか出てこない。なんだろう。け？ピカチュウはポケモンだ。何千年も前にピカチュウいないと思う。なんだろう。よくあるのが電気うなぎとかあ、電気エイとか。電気うなぎって本当に電気流れるんですか？電気出しますね。5000ボルトとかに。自分の住みかとか支配するエリアとかねを侵された場合に起こるわけですよ。へで起こると電気流すよ。そうなんだ。電気流すうなぎとかいるわけでしょ。それをそのお風呂のとこに入れといて、なんか入ってたらなんか体が調子いいぞみたいな。へえ。すごい。それがね壁画に書かれてるっていう話聞いたことある。だからその電気っていう存在がまだわからない時代に電気うなぎの入ったお風呂に入ってたら調子がいいなっていう。電気がメインで使ってる治療院って少ないので、電気あんま使わないところのね治療院行ってた人がうちに来るとさ、バチッとはまる人とはまらない人ってはっきり分かる。あ、そうなんですね。逆にもう電気じゃなきゃダメっていう人もいるしね。私そっち。僕もそっちです。僕は理論派なので効果の高いものしか信用しない。エステとかは結構 EMS 治療とかあれは違うんだ。EMS は高周波なんですよ。ああ。僕が使ってるのは低周波なんです。へえ。あれがなんか違うんですか、効果が出方が。周波数が違うと目的が全然違います。へえ。細胞の再生させる電気っていうのもありますね。マイクロカレントっていうんですけど、それもね2つモードがあって、痛みの発物質を分解する電気っていうのと、壊れた細胞の修復を早くする電気って2つあるんです。ただね電気として感じないですね。ピリピリしない。そう、全く何にも感じない電気なんです。細胞を修復する電気ってそもそも人間の体の中に備わってて、壊れた細胞を再生するときに 0.3Hz の30マイクロアンペアっていう電気が発生するんですね。でそれが発生して修復をしていく。それを外部的に電気をかけてあげると修復が早くなる。そういう特殊な電気があります。EMS とかになると筋トレの電気なので、あ、それでダイエットとかだとああいうの出るんです。そうそうそう、あれは高周波。その筋トレの電気もですね、筋肉って赤筋と白筋って2つに分かれるんですけど、瞬発力の高い白筋なのか、パワー重視な赤筋なのかで電気の周波数が違います。コスモ治療院。昔ちょっと前だとね EMS もフランス式とアメリカ式で周波数違っがたんですか？違うんですよ。まあ今完全にもうフランス式になってるんですよね。昔はアメリカ式ってどっちかにあったんですね。分かれてましたね。ちなみに私ケロイドがあるんですけど、それの電気とか効くんですか？ケロイドどこ？肩にあって。どうかな。ここまでいっちゃってると今度炭酸とか結構褥瘡を治すために炭酸のジェルを塗るっていうのがあるんですけど、うちで使ってる炭酸パックがそもそもそっちの開発から生まれたものなんで、まあでも肩凝ってるね。コスモ治療院。なかなか取れない感じなの。そうなんですよ。一応皮膚科で治療してるんですけど、1年以上治療してます。なんか塗ってるのかな。みたいなのを貼っ
て、うんテープで基本は固定してるんですけど、あれ擦り傷とかさ、昔は絆創膏でうん乾燥させて直すっていうのがあったんですけど、今はどっちかっていうとぐじゅぐじゅにさせて湿らせて直していく方が回復が早いですよね。一番傷がひどかった時は、うんそういう治療でゴミを出す治療だったんですけど、その後良くない形で固まっちゃったので、ペロ用のシールみたいなのがあって、それを貼ってます。コスモ治療院。YouTube の編集とかも自分で全部やってるんですよね。そう。字幕とかも全部自分で入れて、こう今編集ソフトがバージョンアップしたらまた超使いづらくなる。慣れてた使い方じゃなくなっちゃうんですか。バージョンが上がって余計な機能がああ、ついて入っちゃうんだ。余計使いづらくなって、最近はテロップで終わったのにテロップと音声がずれてるとかね。効果音入れたらずれたりとか。そう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 。なんか文字ちょっと追加したりとかしてたらね、またずれちゃって。昨日はそのズレの補正しながらまたいろいろ足してて、あと効果音だけ入れたら今日は出来上がるので、明日には配信できます。動画の編集って大変そうだな。慣れてしまえば作り方はもうベースが決まってるので、まあ、イメージしながらいろいろ変えていくんですけど、話の内容とか例えば、患者さんだったらリアクション方によってその文字の入れ方変えたりとか、それをやってるとすごい時間かかる。確かに。インスタ好きだから写真の加工は好きなんですけど、動画は難しくて手出せない。いや、一緒ですよ、やってることは。ただやっぱ動きがある方が見てる側としても面白い。面白いですよね。写真の加工できるのは動画の加工全然できますね。本当です。基本変わんないので、全然できますよ。表現の仕方だけだから。ありがたいですね。僕、本当に皆さんご協力いただいて、普通大体こういう治療の時ってお金払ってモデルさんに依頼するんですよね。僕はモデルさん使ったことない。今から美容ドリルをやっていくんですけども、
大丈夫？今でどんくらいの顔に刺さってるの35分、40分？何十分鼻のところがあるんで。元気流していくね。右の下顎からいきます。そのまま上行きます。反対の方、下顎行きます。上行きます。はい、じゃあお疲れ様でした。起き上がってもらって、ここに来てください。どう？鼻が通り過ぎてびっくりして鼻が通り過ぎてる？背中とか首とかでも大丈夫？暗くなってる？回しやすくなります目がパッチリ開きました目がパッチリ開いパッチリ開きました。左手の上で、ここにプラス左足ので、今度マイナスをね、右足の境界、これを吐くだけでまた鼻の感じが変わる。これで流れてるの？微弱電流が声帯の微弱電流っていうのがあって、これを貼ってあげると整ってね、継続的に反応するっていう。でこれ結構外れちゃうかもしれないんですけど、2回ぐらい効果あるので、そのままお風呂入れるんで、それで入ってください。あとなんか気になるところで大丈夫？大丈夫です。じゃあ今日ね、これで1回治療終わりますね。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあですね、まみさんありがとうございました。体どうですか？すごい楽になったのと、目もパッチリ開いたし、顔もちっちゃくなったし、鼻もすごいクリアに通るようになって。鼻水が止まってる？止まってます。一切食べてこなくてびっくりしてます。いい感じですね。だいぶ疲れ溜まってたね。この動画ね、見てくださってる方に何か一言メッセージもらえますかね？先生にやってもらうと本当に信じられないぐらい体が軽くなるので、ぜひ皆さんも辛い時は来た方が。ありがとうございます。ありがとうございました。今回のですね、動画ですね、60分の美容針っていう形でやってるんですけども、60分の美容針って体の局所の治療も入ってまして、今回ね、花粉症のこともあったんで、背中から
首までの治療だったんで同時にできちゃいますんでね、ご予約をねしたい方はですね、説明欄に書いてありますね、そこから予約をしてください。じゃあ今日はですね、まみさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあせーのでグッバイ